どうも、モブです。今回は、エシルの解説動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、エシルの特性から見ていこう。エシルは、ブレイクに成功すると、ブレイク効果時間が3秒間延長するよ。この特性は、非属性パーティーの場合、リナと諸菱アキナのスキルコンボにかかる時間が長いため、デメリットを補うように作られてるね。正直、この特性だけでもエマはエシルに負けてる感がするね。次はランス投擲とランス投擲強化についての説明だよ。まずランス投擲は通常スキルにまたは極限回避で発動するよ。次にランス投擲強化は QTE コア攻撃通常スキル1で発動するよ。そのためランス投擲強化をある程度重複させてからランス投擲を発動するのがベストだよ。スキルコンボとしては QTE から入り、まずは通常スキル1とコア攻撃を2回使用するよ。エシルの通常スキル1は連続して2回まで使用可能なので表記通りにできるよ。その後はこの後の凸の説明で出てくるけど、必殺技でブレイクさせて強化されたランス投擲を当てるために通常スキル2で終わるよ。次はエシルの主な効果についてだよ。まずはランス投擲。ランス投擲は攻撃の一種で攻撃力の 800% のダメージとブレイク賞の効果を持ってるよ。またエシルが持つブレイク効果は光の攻防で効果が 24% 増加するよ。次はランス投擲強化だよ。この効果はランス投擲の攻撃のサポートのようなもので、ランス投擲のダメージとブレイク効果を 80% 増加させる効果があり、最大で5重複まで貯めれるよ。次は弱者効果だよ。この効果はランス投擲命中時に発動するもので、ブレイクするまで大した効力はないよ。気をつけることはゼロ凸の時は一度に付与できるのが5回までということだね。次は弱者撃破効果だよ。この効果はブレイク前についていた弱者効果がブレイク成功時に変化したものだよ。その効果は受ける非属性ダメージ増加と受けるダメージ増加で最大で50重複させることができるよ。また弱者効果と弱者撃破効果は凸を重ねると重複限度数が増加するよ。次は一凸効果だよ。まずフェイト・オブ・ビクトリーは必殺技のことだよ。この必殺技は遅延型の攻撃でもあり、10秒間周囲の敵に雨を降らせるよ。またその効果時間中はランス投擲のダメージ増加に加え、命中時に弱者効果が2回発動し、最大重複回数も増加するよ。次は二凸効果だよ。この効果は単純に非属性パーティーの場合攻撃力が 9% 増加するよ。次は三凸効果だよ。この効果はステージ入場時から必殺技を打てるようになり、必殺技の回転率も高くなるよ。またブレイクゲージが 10% を下回ると強制的に即時ブレイクさせることができ、必殺技が特徴的であるエシルは上記の効果とも相性が良いね。次は四凸効果だよ。この効果は非属性パーティーの場合、パーティーメンバーの防御力貫通が 12% 増加するよ。エマの場合は 7.77% 増加なので、それより大きい効果になるね。また光の攻防デイモスでは敵の防御力が極めて高いため、防御力貫通というオプションが輝く場面だね。次は5凸だよ。まずは通常スキル2を使用するとランス投擲が追加で発動することになるよ。これにより弱者効果を多く付与できる状態になるよ。さらにブレイク状態の敵にランス投擲が命中した場合には一定時間この弱者効果が弱者撃破効果に変わるため、上記の効果の意味が大きくなり、必殺技の後に通常スキル2を打つ意味もより出てくるね。さらに弱者撃破効果は効果時間と最大重複回数が増加するよ。次は武器だよ。
エシルの専用武器はエシルの攻撃力を増加させる効果とクリティカル率が最も高いパーティーメンバーにエシルの追加攻撃力1000ごとに対象の追加攻撃力が300増加するよ。また最大で2400増加するためエシルの追加攻撃力は最低でも8000必要になるね。次はおすすめのアーティファクトだよ。エシルはブレイカーであることに加えブレイク効果を持つ攻撃を多く所持しているため発動がたやすい貪欲8セットがおすすめだよ。また非属性パーティーは他の属性に比べクリティカル関連能力のサポートがあまりないため貪欲アーティファクトによる効果がとても大きいものになるね。別の考え方としてはエシルは本体の特性のみでブレイク要素としては十分でありダメージを出す方向性だね。その場合真ん中の3つが候補かな。基本的には演呪と武装アーティファクトは厳選が終わっている人がほとんどだと思うので貪欲アーティファクトの攻撃特化のアーティファクトを作ろう。またエシルは追加攻撃力が8000以上になるようにアーティファクトを制作する必要があるけど計算したところコアを含め現状は心配する範囲ではなかったよ。個人的にはエシルのランス投擲が属性判定がありクリティカルが発動するためクリティカル率はそこそこあった方が良いかな。もちろん諸菱アキナのクリティカル率を超えないように注意しよう。次はリナのアーティファクトも見ていこう。リナは基本的にこの衛兵とシルフのスクフクまたはスクフクアーティファクトを多く採用するよ。またアーティファクト制作時には攻撃力パーセントと追加攻撃力のオプションがあることを前提に諸菱アキナのクリティカル率を超えないように注意しよう。最後はアキナだよ。アキナのアーティファクトは右側は黒曜石で左側は演呪か武装を使用するよ。おすすめとしては防御力貫通の増加効率が悪いため外部要因としてサポートしてくれる武装アーティファクトかな。また制作時には非属性パーティーには少ないクリティカル確率やクリティカルダメージを大きくもろう。これはエシルの専用武器とも相性が良くアキナのクリティカル率がパーティー内で一番高い状態にしよう。もちろん攻撃力パーセントと追加攻撃力のオプションがあることを前提にして攻撃力もしっかりもろう。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。